では、続きましてですね、本日の、ご出演者様の、ご紹介をさせていただきます。はい。はい、まずですね、本日通訳を担当していただきますサポートゲストの方です。株式会社 GSA ジャパン取締役社長でおられます貝塚様に、本日通訳を担当していただきます。では少し呼びかけさせていただきます。はい、貝塚さん、本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、で続きましてですね、本日の現地のゲストでございます。シモンヒッシの醸造責任者兼ワインメーカー、ヨハン・マランさんという方ですね。1987年、南アフリカで初めてサンターネと方式と一緒の二次発行をリリースしたりですね、CWG のケープワインメーカーズギルトの会というのを名前にされるということで、こちらもご紹介でございます。もう一方、シモンヒッシの国際営業部長であります、リサ・マリー・グラッドウェルですね。こちらお二人にご紹介でございます。では呼びかけさせていただきます。ヨハンさん、リサさん、本日よろしくお願いします。はい、ヨハン。よろしくお願いします。Hello。ありがとうございます。はい。では本日、こういったゲストの方を交えてご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。では皆さん、ここでワインで、まず乾杯をさせていただきたいと思いますので、グラスにワインのご準備よろしいですか。はい。ちなみに本日私がいただくのは、ゲベルツをちょっと選択する。ちょっとね、私もちょっと飲んだことがないので、こちらで乾杯をさせていただきたいと思います。はい。では皆様、ご準備よろしいでしょうか。はい。乾杯の掛け声ですけれども、3、2、1、チアーズという形で、乾杯をさせていただきたいと思いますので、できればこの時だけでもビデオをオンにしていただければ嬉しいかなと思います。はい。では参りましょうか。はい。ビデオオンありがとうございます。はい。続々とありがとうございます。では参ります。はい。3、2、1、チアーズ。Yes, gezondheid. Yes, gezondheid. Gezondheid. ありがとうございます。はい、非常に美味しい、今初めて飲んだんですけど、非常に美味しいワインです。はい、皆様もありがとうございます。はい。で、無事乾杯も終わったところでですね、ここからは現地と、中継でワイナリーツアー、現地の風景を見ていただこうと思いますので、ヨハンさんとリハさん、改めてお願いしたいと思います。リハさん、リハさん、よろしくお願いします。Hi, Johan. So could you please explain the winery and vineyard? Fortunately, it is not that cold, not like you would know, but it is wet and rainy and real winter. 今日はそんなに寒くないのが幸いしていて、今日雨模様だったんですけども、しかも大雨という予想だったんですが、小降りになってて、それで良かったなと思っています。As you know, we have a Mediterranean climate in Stellenbosch, and the start of the rainy season is between May and the end of September, when we get about 75% of our annual rainfall. 南アフリカは地中海性気候で、ここステレンボッシュは、その代表的なワイン産地なんですが、ちょうど5月から9月まで雨季に入ります。その期間は 75% の降雨量があるので、とても雨の多い時期なんですね。You can see the vineyards are in their winter rest period, so there are no leaves on the vines. So we finished the harvest 2 months ago. 今はちょうど冬の時期で、ブドウ畑を見ていただいて、木に葉っぱがない。実はもう収穫は3月末の2ヶ月前にもう終わっている状況です。We are in the southern hemisphere, so our summertime is from September till the end of March. So the harvest is in the late summer, from beginning January till the end of March. ご承知の通り、南半球の夏っていうのは9月から3月になってまして、収穫時期は1月から3月までというのが、南半球の収穫時期になります。I'm standing in
a vineyard that is planted in the shape of a labyrinth. So this is a Cabernet Sauvignon vineyard, and what is happening now in the vineyards that we will start pruning very soon. 今ご覧いただいているところは、カベルネ・ソービニョンのブドウ畑なんですけども、実は今年ちょっとその気候が面白くて、もうしばらくすると、結実ですね、プルーンって言ってますが、結実の時期になる、そういうところです。Pruning is a big part of the annual cycle, and we spend about 3 months. Pardon. Could you explain again? Could you explain it again? Ready to go? ちょっと電波が良くないです。ごめんなさい。そうですね、雨の影響がちょっと電波が、ちょっとお待ちくださいませ、皆様。ちょっと Wi-Fi、電波のチェックをしております。あ、戻りましたかね。はい。OK ですかね。So please go on. Okay. Winter time is when we prune, and everything is done by hand, and it takes about 3 months to harvest or to. 冬の時期に実がなってくるんですけど、実というか芽吹いてくるんですけども、その後収穫はすべて手作業で収穫を行います。ちょっと音声が飛んできてないですかね。そうですね。リサさん、聞こえますかね。あ、ちょっと今聞こえますね。Okay. You plant a vineyard, it is very important to plant it on the right type of soil. And at Simon said we have 2 main types of soil. やっぱブドウ畑、いろいろ畑には適したブドウ品種を植えて育てていかなければなりません。The 2 types of soil is this is shale or schist, which is sedimented by water. You can see it is in layers like that. で今お見せしているのはシェールタイプという、結岩という石からできた土壌です。結岩という泥の、板状になった、石が粉になっていて、剥がれやすい、そういう意味ですね。結の結っていうのはページっていう字を書きます。ページをめくるように薄いっていう意味の土壌です。The other type of soil is granite, which is a very hard rock that was sedimented, was formed by volcanic action. So volcanoes erupted many millions of years ago. So this is the mother rock. はい、次にお見せしたのは花崗岩です。これは、火山の影響を受けて出来上がった土壌で、南アフリカのマザーロックというか、基本となる土壌ですね。This is what the shale soil looks like. You can see it's got a rusty brown color, which is very good for us in terms of quality of the soil. 今お見せしたのがその、先ほど言った結岩、シェールタイプの土壌が細かくなったもので、色がご覧いただいたよりちょっと黄土色をしているところが特徴です。This is some granite soil, which we really value very highly for the production of high quality red wine.
as you can see, even darker in red color. It has a very high percentage of clay. 今お見せしているのが花崗岩ですね。特にとても品質が良くって、ここの畑は特にその赤ワイン用のブドウ、黒ブドウを育てるにはとても適した土壌です。色も先ほどのケツガンに比べて少し濃いめの色をしています。いろいろ土をご用意していただいてたんですね。ありがとうございます。これからちょっと畑を離れて、またOkay, we will move now to the vineyard to show you some protea. 今からちょっと畑を離れて、南アフリカの国の花であるプロテアというのをご覧いただこうと思っています。これですね、このちょっとピンク色をしている。この南アフリカだけの花ですかね。そうですね。これは最近花屋さんで見かける機会もあるかと思うんですけども、僕も何回か言ってますけど、花が咲いてる時期っていうのをいつも逃してたので、今日はすごくラッキーだなと思います。割と本当に短い期間しか咲かないということですかね。はい。運がいいですね。Okay, you can't see a thing. Okay, we're moving to the manor house now. これから母屋へ向かって歩いていきます。今ちょっとご覧いただいているブドウの木、結構太いですよね。すごく僕が見た感じでも樹齢の長いというか古木のように感じます。ちょっと来ている質問は、白ブドウだとやっぱり花崗岩は合わないんでしょうかっていう、またちょっと後でお伺いしたいですね。こちらはタンクでしょうか。お客様からも綺麗な花ですねという、ご感想いただいております。非常に綺麗に手入れされたお庭なので、落ち着きますね、見ていて。はい。これ今ご覧いただいているのがバスケットプレス機というやつですね。昔はこういうものでブドウを潰していました。これからヨハンが説明してくれると思います。This is a very old wine press used in the 1930s and 1940s, completely manually operated. これはもう古いブドウを圧搾する機械で、1930年から40年ぐらいまでに活躍していた実際のものです。It is a basket type press, so you put the grapes in here and then up there you go by hand to press the juice out of the grapes. この中にブドウを詰めて、上のハンドルをくるくる回して圧力をかけてブドウを潰していきます。その木と木の隙間からブドウジュースが流れ落ちる、そういう仕組みの圧搾機ですね。And you collect the juice here to put into the tank and the barrel. ここからジュースをが流れ出してきて、集めてタンクに詰めて発酵させている、そういう状況ですね。私はやはり全部人力だったということですね。なかなかね、ああいう機会も見ることが。So we will move now to the tasting room where we get some people to do tastings every day. So we'll take you into our tasting room now. これからテイスティングルームに向かいます。ここではお客様が来て、テイスティングを行う場所です。ちょっとここでですね、Wi-Fi の方に整理しますので、ちょっと、画面の方切り替えさせていただいております。館内ちょっと Wi-Fi の方できれいに映るようにさせていただきます。はい。
古いものなのに状態がいいんですねっていうね、大切にされてるんですねっていうコメントですとか、お庭が広い、羨ましいというもっとおっしゃる通りですね。はい。では引き続き、今度はゲストルームの方お願いいたします。This is the crest of the Malan family. これはマランファミリーの家紋ですね。家の紋章ですね。So very welcome. ようこそ。ここは総合受付ですね。コンシェルジュデスクです。So this is where we have people coming to taste the wines. This is the area. And I want to show you something. I want to show you something very special. This is the award that Johan won last year for Diners Club Best Winemaker of the Year for his Kaapse Vonkel 2015. ここの場所が観光客がいらっしゃった時にテイスティングするテイスティングルームで、今ご覧いただいているのが2020年昨年、先ほど言ったヨハン・マランが、ビンナーニジ発酵のスパークリングワインのコンテストで、優勝した時にもらったダイナーズクラブが主催するイベントでの総合トロフィーです。This is where you can taste some of our award-winning wines. ここでは、このマランファミリーのスペシャルレンジのものもテイスティングすることができます。And this is a very special bottle. It is when all the South African rugby players signed it at the last World Cup. So all the rugby players' signatures on this. これは2010年にワールドカップのサッカーがあったときに、その参加者プレイヤーにサインしていただいた記念ボトルでした。きれいな暖炉ですね。やはり春と日本と逆ですもんね。So when we have some special tastings, this is where we keep all our older vintages, and we have a history of all the wines going back from 1972. ここは本当に特別な試飲をする場所ですね。今ご覧いただいているの、1970年以降のワインをここに、一部展示しています。And you'll see it later. This is the founder and first owner, Franz Malan, Johan's father. And then there's the Malan family. 今最初にご覧いただいた画像が、ヨハンのお父さんのフランツ・マラン創業者ですね。And we will take you up to, we will join Johan now. We will show the presentation and taste the wonderful Simonsach wines with you. じゃあこれから、2階のテイスティングルーム、もう一つの場所に行って、ワインのご紹介をしたいと思います。ありがとうございます。いただいているご質問はちょっとまた後で回収させていただきます。移動していただいている間にですね、ちょっと、中継ではお伝えできないセラーの動画をご用意してますので、ちょっとそちらをご覧いただきたいと思います。Hi everyone, I'm Charles Kuman, the Cup Classic and White Wine Maker for Simonsach Wines. So this is our pressing cellar. So once the grapes are sorted in the vineyard and transported towards our pressing facility, this is where we do all of our Cup Classics, our white wines and our red wines. So the Cup Classics would be transported into the cellar. We do a whole bunch pressing to get a really soft extraction of just the purest juice. For the white wines, we would do crushing, removing of the stems immediately, and then sometimes we would do some skin contact, for example on Chenin Blanc and Sauvignon Blanc to get some flavors from the skins. After that, the white wines are pressed really subtly as well, and then the red grapes, on the other hand, obviously. 今ご覧いただいているところで、実はこのシモンシヒっていうのはワインの醸造で低温発酵っていう技術をいち早く導入したワイナリーですね。
そうですね、いろいろ初めて南アフリカでどんどんやっていったっていう感じですかね。Where fermentation takes place. So we do quite a cool fermentation which takes place over タンクの後ろにこう、雨どいみたいなのがあるんですけど、これタンクの上から水を流して、発酵温度をコントロールします。Hello, my name is Michael Milan, third generation winemaker of the Milan family on Simonsach. I'm in charge of making the red wines for Simonsach. So just more on our barrel maturation regime. So we use 225 and 500 liter French oak barrels. And the wines, こういう樽っていうのは1樽約10万円ぐらいすると言われているので、それだけでも非常に効果とすごいですよね。結構たくさんあるので、やっぱ資金力がないとやっぱできませんよね。また皆様動画を見て質問等ございましたらまたチャットの方にお入れいただけたら後でヨハンさんに伺ってみたいと思います。It can spend between 8 and 14 months in barrel, but then more for the Tiara and the Milan family range, it will be upwards to about 18 months in barrel, and with also with a higher proportion of new oak barrels, where more accessible cultivar range like the Mr. Boreal and Labyrinth will have a lower percentage of new oak and more use of older oak barrels, just to accentuate the fruit in the wine. At Simonsach we have 3 different barrel cellars. So right here we are in the Kaapse barrel cellar. これスパークリングするワインのベースワインの貯蔵庫ですよね。で今回対象のカープスウォンケのそうですね。瓶内今、字幕にも出てますが、瓶内二次発酵する前のベースワインを熟成しているところですね。We do the riddling, which is the removing of the lees. So that's why we have racks here. So we move the couple of 6 so we can get them nice and clean. So the lees is at the bottom there. So after the bottle fermentation and the maturation of the couple of 6, この動画なかなか見ることがないと思うので、ちょっとご覧いただきたいと思います。Which is the bottling process of the couple of 6. So firstly, the yeast leaf is frozen in microwave at about -18 degrees Celsius. You'll see the yeast leaf at the to the crown cap, and from there we do the disgorgement. 二次発酵終わった後に折りが溜まって、そこを抜き取る作業ですね。冷凍液につけて王冠を外すことで、その中のガス圧で、折りがぐっと浮いてきて、振り抜きをするということですね。From there at the end, you just have the shaking of the bottle, which mixes the starch into the cup of tea. はい、ありがとうございます。はい、と言っている間に、ヨハンさんとリサさんが、テイスティングルームの方に到着されていますね。ヨハンさん、リサさん、よろしくお願いします。Lisa, we don't hear your voice, unfortunately. Can you hear me now? Yes. Okay. So welcome to the Van Niekerk room, the Van Niekerk family room. This room is named after Johan's mother. It was her maiden surname. And this is where we sometimes have a little bit bigger groups where we can seat maybe 20 people around the table for a special
tasting. ここは特別なテイスティングルームで、ヨハンさんのお母さんの名前がついた、お部屋です。で約20人ぐらいのまとまって、テイスティングすることができるので、こうしたちょっと珍しいところも紹介していただいています。And for today, just to make you feel very welcome, we've arranged a special bouquet that Johan's wife put together for us. And you will see the beautiful king protea and the proteas in this that makes part of our fynbos, indigenous floral kingdom in South Africa. 今日はこうした特別な機会を、私どもとしていただけたので、ヨハンが、特別なそのブーケをアレンジして、ご用意させていただきました。で中でも先ほど白い大きな花があったと思うんですが、あれはキングプロテアって言って、本当に南アフリカでも高価なお花ですね。Okay, so I'm going to hand you over to Johan to tell you a little bit more about the history of Simon Sich, followed by the tasting of the wines. じゃあこれからちょっとヨハンの方にバトンタッチして、シモンシッヒっていうところのどういうところなのか少しプレゼンテーションさせていただきたいと思います。Hello again. Welcome again to Simon Sich in Stellenbosch. We're going to do a short presentation to tell you a bit more about the estate, and the first slide is of the mountain which gave its name to Simon Sich Estate. ちょっとこれから少しお時間をいただいて、シモンシッヒのワイナリーの成り立ちについて少しご説明していきたいと思います。で今ご覧いただいているこの山はシモンズ山といって、南アフリカのこのワイン産地の代表的な山なんですけども、ここのシモンズ山の名前の由来がシモンシッヒになっています。The mountain is called Simon's Mountain, and Simon Sich means the view or to see Simon. So the mountain is very important for us as the estate. 同じような説明を繰り返すんですが、シモンズ山と言いまして、シモンシッヒはシモンズ山を眺めるという意味です。山はこのワイナリー、我々そのワイン産地の人間にとってとても重要な地形となっています。The next slide is a map of Africa. Africa right at the bottom. And you have two oceans. On the east side, we have the Indian Ocean. On the west side, we have the cold Atlantic Ocean, which is very important for our terroir. ご覧いただいたのは、アフリカ大陸ですけど、南アフリカは、アフリカ大陸の最南端になります。で特にこのワインが取れるケープタウン付近というのは、右側に、インド洋がありまして、で左側に大西洋があって、そういった海流の影響を受けることから、ブドウの栽培に適した土地というふうに認めされています。Next, we have a map of South Africa and the 9 different provinces, but the important one is the one further south, where it's called the Western Cape, where we make most of the wine in South Africa. 南アフリカは、9つの、地域に分けられていて、ウェスタンケープ、今赤で囲まれている部分ですが、ここが我々のワイン産地のある西ケープ州という場所です。Next is a map of the Western Cape with all the wine growing areas, and of course Stellenbosch, as you can see, is in the light blue, about 40 kilometers from Cape Town. これが南アフリカ全体を示した、ごめんなさい、ワイン産地全体を示した地域分けです。でここシモンシッヒはケープタウンから約40キロ離れた場所、車で約1時間ぐらいですね、離れた場所にこのシモンシッヒがあります。Wine has been made in South Africa for more than 300 years, since 1659, when the Dutch
started to grow wine in the Cape. In 1659, they made the first wine in South Africa. 南アフリカでは、1659年に一番最初にワインが作られました。ちょっと補足すると、カリフォルニアやオーストラリアよりも100年以上古くワイン作りがスタートしているんですね。Here we have a beautiful picture of the city of Cape Town, also known as the Mother City, and the very iconic Table Mountain at the back, which is one of the 7 natural wonders of the world. 今ご覧いただいてのケープタウン市内を上空から見ているんですけども、手前にあるのが、ワールドカップが行われたスタジアムですね。で、その後ろにそびえる平らな、山、これが代表的なテーブルマウンテンというところで、世界で7つの、観光地、ベスト観光地に選ばれているような場所です。Simo's estate belongs to the Malan family, and this is a picture of my brother Francois and myself, and we are now the second generation Malan family members who own the estate. マラン家っていうのはもう、家族経営のワイナリーで、今映っている画面の左側が、ヨハのお兄さんの、フランソワです。で、自分の写真があって、今、マラン家としては2代目ですね。Both me and Francois studied winemaking at the University of Stellenbosch, and my father as well. 私たち2人ともステレンボシュ大学で、醸造学を学びました。The next generation, our children are starting to work with us on the estate. So here we have a picture of Francois' son on the left, Francois Jacques. My son standing behind me, Michael France. He is a winemaker responsible for making red wines, and Christel is the financial manager in the financial department. ここは、私たち、兄弟の息子、娘なんですけれども、向かって左の一番手前の男性が、お兄さんの息子、そして、右上の女性が経理を担当している、クリステです。で、ヨハンさんの息子は左上に立っている人で、彼は醸造でいうと赤ワインを担当しています。We have a Mediterranean climate which is ideal for growing wine, and it's only this Western Cape portion of South Africa with this kind of climate, because the rest of the country is more summer rainfall, not so suited for making wine. 先ほど地中海性気候というご説明したんですけども、この西ケープ州っていうのは、夏に、本当に、暖かい乾燥した気候に恵まれているので、ワイン作りにやはりとても適している、そのように、考えています。The vineyards on the estate comprises about 200 hectares and planted with about 15 to 18 different grape varieties. 13 to 8? How many grape varieties do you? 18. 18. 自分たちの畑は約200ヘクタールの自社畑がありまして、ブドウ品種でいうと18種類のブドウを栽培しています。I said something about the soils, but you can see the mountains on the picture is where the lower foothills of these mountains is where we have the best soils and the best sites for growing wine. はい、後ろに山が見えるんですけど、あれがシモンズ山なんですが、そこから広がる土壌にはさまざまなタイプの土壌があって、そこに適した、先ほどお伝えした18種類のブドウの木を植えて栽培しています。Our harvest is only by hand. All the vineyards, all the grapes are picked by the
laborers, as you can see on the picture, no machine is used. 収穫はすべて手で収穫しています。だから機械の収穫は行っていません。このために、別の説明をすると、適したワイン作りに適したブドウを収穫することができるですね。Next one. The winemaking team, myself on the left, Charles Koeman in the middle, he is responsible for making all the white wines as well as the Kaapsefunkel Cup Classique sparkling wines, and Michael on the right-hand side is responsible for all the red wines. ここに今映っている3人が、ワイン、メーカーチームですね。で、ヨハンは総合ワイン責任者ということで、真ん中にいるシャールス・クーマンが白ワインとメソッドカップクラシックアワの担当です。で、先ほどもご紹介した、ヨハンの息子、マイケルは赤ワイン担当しています。Next slide. The one reason why I believe we have complete control of our quality is because we do everything on the estate, from planting the vineyard all the way to putting the wine in the bottle, the vinification. Everything is controlled by our own people and the family. はい、家族経営というところの、メリットとして、ブドウの栽培から収穫、そして醸造、今、ご覧いただいているように、瓶詰め、箱詰めまで、最初から最後まで、きちんと自分たちの管理、目の行き届く管理ができるというところが、シモン・シッヒのいいところだと思います。Next slide. Simon has been making wine for a very long time, but the first Simon was only bottled in 1968, which is now 53 years ago. シモン・シッヒは古いワイナリーのうちの一つなんですけども、1968年に今から53年前ですね、初めて、ワインを作って、販売を始めました。Next slide. That is a picture of my father, Frans Milan, who was the original pioneer for so many events in the South African wine industry. And the main one, I think, is when he started making the first Cup Classique in South Africa. ここに映っているのは私の父で、フランツ・マランです。彼はこれまでも南アフリカのワイン作りということに対してはすごく貢献をしてきた人で、特に一言申し上げるんであれば、1971年に瓶内二次発酵方式のスパークリングワイン、メソッドカップクラシック MCC を作ったことではないでしょうか。Kaapsefunkel was the very first Cup Classique made in South Africa in 1971. So this year we are celebrating 50 years of Kaapsefunkel. カプスポンコルっていうのは、輝く岬という意味の当社の、瓶内二次発酵の泡の、ブランドネームなんですが、1971年にできて、今年で50周年を迎えます。Next slide. We will just give you an idea of the different wines we produce. The first slide is about all five of the Cup Classique. In South Africa, Cup Classique is the name. In France, it will be known as Champagne or Méthode Champenoise. 今ご覧いただいているのは、スパークリングワインのそれぞれの種類なんですけども、なんといっても、やはり、スパークリングで言っても、スパークリングっていうだけではなくて、瓶内二次発酵、フランスのシャンパーニュ方式っていうことにこだわりを私たちは持っています。Next slide. Here we have, on the left-hand side, we have the
cultivar range or the grape variety range. And today we will taste the Gewürztraminer, which is in the middle of the three on the left. And then on the right-hand side, we have the Milan family selection. 向かって左側は、単一ブドウ品種から、作った、品種の特徴を出しているシリーズのものです。で、右側がプレステージブレンドシリーズといいまして、ボルドーブレンドを主体にしています。今回日本に4月以降入ってくるんですけども、1998年と2008年のヴィンテージ、これはボルドーブレンドです。たった6本だけ分けていただいたので、4月1日以降に購入可能ですね。Next slide. This is a picture of the garland, which is a single vineyard Cabernet Sauvignon from the Simonsberg mountain. これは、カベルネ・ソービニョン 100% の、シングルビンヤード、カベルネの中、ソービニョンの中でもとてもいい区画のものだけで作った、ワインです。Next slide. Simonsberg is very proud and very aware of the role we have to play to uplift the community. So for many, many years, we have invested a lot of time and effort to improve the standard of living of the farm labor force. And we look after the children and we look after the children going to school, because at Simonsberg, many of them actually return in the next generation to come and work for the estate. はい、今ちょっとご説明の見ているスライドと、ヨハンが説明した内容はちょっとずれたんですけども、今ご覧いただいているのが、南アフリカのワイン業界で品質を維持するっていうのはとっても大事なことだっていうことを考えて、ワインの品質に必要な認証を取っています。ただ、いいものを作るだけではなくて、ブドウの栽培っていうもの、またその栽培環境から地球に優しいっていうことも考えて、いろいろな認定の保証を取っています。もしかしたら次のスライドで、同じような話をするかもしれません。はい。先ほどちょっとご説明した続きなんですけども、このシモンシヒっていうのは、社会貢献や地域貢献ということもしていまして、ただただ、ワインを作って売って自分たちが儲けるっていうだけではなくって、その地域に働いている人たちの生活支援であったり、教育環境であったり、そういうところにも重点を置いて、ワイン作りではなく地域貢献、社会貢献というところにもフォーカスをしているワイナリーです。The last slide. Okay, thank you. I think that we can start with the tasting now. Thank you very much. 皆さんありがとうございました。じゃあこれからちょっと、テイスティングに移りたいと思います。はい、ヨハンさんありがとうございます。ね、ワイン作りとともに、南アフリカの、ね、社会貢献、ワインだけではなく国全体のことを考えて尽力されているということでしたね。素敵なスライドとご説明ありがとうございます。はい。じゃあちょっとね、テイスティングに入る前に少しだけちょっとまず今まで来ている質問をちょっとヨハンさんにお答えしていただきたいんですけども、よろしいですかね。Before we start tasting, we have some questions from the audience. So, is it possible to have some time for? Yes, apologies. Yes, of course, we'll take questions. じゃあ、いくつかお願いします。じゃあ、先ほど私の方で見ているクエスチョンがあるので、聞いていきたいと思います。What is the oldest vintage in your cellar? 一番古いヴィンテージは何年ですか？ We still have a few bottles of the 1968 Simonsberg Chenin Blanc and the Riesling and the Claret Blanc. So it is more of a museum piece, but it's two white wines. That was the very beginning. And then I have some Pinotage from 1970. 今、
セダーにある古いのは1968年のシュナンブランとリースリンだそうです。で、あとは、ピノタージュも少しだけ持ってるそうですね。ありがとうございます。あとは、先ほど畑のところで、白ぶどうだとやっぱり加工感は合わないんですかっていうご質問だったんですけども。はい。Johan, we have another questions. Is granite soil is not suited for white wine? Granite not suited for white wine? Is granite not suited for white wine? Yes, granite is also suited for white wine, for Chenin Blanc, as well as Chardonnay and Sauvignon Blanc too. A lot depends about the altitude, because for Sauvignon Blanc you need the high altitude because it's cooler up in the mountain. はい。先ほど言った花崗岩質の土壌っていうのは、当然ながら白ワインにも適しています。特に、シュナンブランや、シャルドネに適していて、もちろんソービニョンブランにも適しているんですけども、ソービニョンブランはそのブドウ品種の特徴を出すために、ちょっと高いところですね、高度の高いところで栽培される傾向にあります。なるほど。ありがとうございます。はい、ちょっと後でまた質問で大学させていただきますので、はい。じゃあ少しテイスティングのパートに、移っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。So please continue the tasting. We'll continue the tasting. Okay. If there are more questions, they can ask as we go along. The first wine is the Simon's Karpsefunkel Satin Nectar. Karpsefunkel means sparkle of the Cape, Cape Sparkle. 最初にテイスティングしようと思うのは、カープスフォンコールですね。カープスフォンコールっていうのは、輝く岬ですね。カープスっていうのが岬っていう意味ですね。When I open the bottle, you can see I loosened the wire, and then I put my thumb on top of the cork to keep it in position, so I have good control. And then you twist with this hand, not this hand. Then slowly. スパークリングワインのボトルを開けるときは、ワイヤーを外して親指でコルクをしっかり押さえてください。そして、ボトルを回すっていうところが、スパークリングワイン瓶の開け方です。全く音がしなかったですね。そうですね。一緒に皆さんもテイスティングしていただければな。So first, you look at the wine, the appearance in the glass, because in this case, you cannot only you see the color, but you also see the mousse in the glass. まず飲む前に、グラスに注がれたワインの色を見てください。そして、スパークリングワインは色だけじゃなく、その泡立ちを見るのも大切です。You want to see the mousse must be very small bubbles and rising to the surface. It looks like a string of pearls. ここの泡を見ていただくと、この泡立ちがとってもきめ細やかで、例えるなら真珠のネックレスのような、そういう泡立ちをしている。そんなふうに思います。Secondly, you want to nose the wine or you smell the wine. So I prefer to first smell the wine without swirling the glass. So we call that the first nose. まず香りを嗅ぐときに、その最初の香り、ファーストノーズっていうのを嗅いでみてください。And the beautiful flavor of the wine is slightly floral, some citrus flavors, and also some honey.
まず香り、私自身どんな風に感じたかというと、華やかな香りで、そして少しシトラスですね、柑橘系の香りがあって、またどこかに、ほんのりと蜂蜜を思わせる香りが広がっていると思います。The satin nectar is a blend of the three main varieties we use. Number one is Pinot Noir, number two is Chardonnay, number three is Pinot Meunier. And in some wines, we use some Pinotage as well. 特にこのサテンネクターに使われているブドウ品種をご説明しますと、主要3つの品種、順番にピノノワール、シャルドネ、そしてピノノベ、そしてほんの少しだけ、南アフリカの代表的なブドウ品種、ピノタージュを使っています。So for the second nose, you can swirl it a bit. You can see more of the mousse coming out. 2番目、ファーストノーズじゃない、セカンドノーズですね。そうすると、香りがもう少し強く感じられると思います。I get some mineral flavors, which is always very beautiful in the nose. もうセカンドノーズはちょっとミネラル感を感じる香り、とても好きな香りです。And the wine is a 2018, so it is showing a bit more development. So you get the flavor of bread that has just come out of the oven, warm bread, yeasty flavor. 2018年のこの特徴というと、どこか、パンをオーブンに入れた、ちょっとした少しわずかにトースティーな香りもこのサテンネクターには感じられるなと自分は思います。On the palate, what we are looking for is good balance. So you must have the freshness, but you also want the balance between the acidity, which gives it the structure and the backbone, and the sweetness just to keep that into balance. 味わいを、例えてみるならば、とてもフレッシュ感のある味わいをまず印象に持ちました。特に、酸味がこのワインの特徴になっていて、ほんのり感じる甘さというのがこうワイン全体のバランスをとっているというふうに思います。We recommend with the satin nectar because it is a slightly sweeter Kaapse in a demi-sec style. We wanted to show you the spring roll, but it's inside filled with something that is very traditional in South Africa. It's called the bobo tea. このサテンネクター、少しやや甘さが感じられるので、それに合わせる、お食事の例としてご提案したいのが春巻きです。ただその春巻きの中身のフィリングですけども、ひき肉のスパイス炒め、南アフリカではひき肉を使ったお料理のことをボーボティと言います。ボーボティの春巻き、これを、皆さんに、マリアージュとして提案したいなと思います。It is beef with some spices, so the spiciness is not hot, but it's quite savory. So it's a savory dish which you make with beef and some eggs and very, very traditional. とても伝統的なボーボティというのはお料理で、牛肉を使った、牛肉とちょっと卵ですね。をミックスにしたお料理なんですけども、スパイシーなんだけども、辛くない、ホットではない、そういう味に仕上げた、春巻きです。I think in your culture, something with made in a tempura style would also go very well with this wine. 日本の皆さんにとって、一つまたご提案申し上げると、このワインの酸味と甘さっていうのもあるので、シーフードの天ぷら、野菜の天ぷら、そういったものにも相性が良いのではないでしょうか。Okay, the second wine is the Shimon Hiッシ Gewürztraminer, which is
a difficult name to pronounce, but the word Gewürz in German means spice. And the town of Tramin is where this grape variety originated. 2番目のワインはゲビルツトラミネールです。ちょっと発音しにくいんですけども、語源はどちらかというとドイツですね。スパイスという意味です。で、ゲビルツというのはスパイスで、トラミナのトラミンというのはイタリアの北部にあるトラミンという町の名前です。The Gewürztraminer is quite rare in South Africa. It's not found. It's not very common, but we have been making Gewürztraminer since 1977. ゲビルストラミナーは本当に南アフリカでも貴重な、希少ですね。あまり栽培している人が少なくて、私たちが栽培を始めたのは1977年でした。As the name indicates, it has very strong, spicy characters, but also something that is mostly associated with Gewürztraminer is the smell of rose petals, so roses, and also the lychee fruit. And of course, when you make Turkish delight, the rose flavor comes through in the pink Turkish delight as well. So very easy to remember. はい、このゲビルツはスパイスという意味と言いました。お伝えしたんですけども、本当に香りを嗅いで、なんかどこかスパイスのような香りもあるんですが、その中にも、ピンクのバラですね。それとちょっと、石油のようなペトロールのようなニュアンスもありますし、そしてライチ、そういう香りもあるので、とても印象に残るブドウ品種の香りではないでしょうか。If you look at the color, it's got a bright golden color because we picked the grapes very ripe to make this Gewürztraminer style wine. ちょっと色を皆さん一緒に見ていただきたいんですけれども、明るい、とても輝かしい、レモン入れをしていると思います。As I said on the nose, you get spicy flavors, but also very tropical lychee fruit, some rose petals, and Turkish delight, the sweet. So it is very pronounced. I think it's one of the wines that is the easiest almost to identify. 香りを嗅いでみると、スパイスのような香りも本当にあるんですけども、トロピカルなフルーツ、特にライチといったもの、また、バラの花といった香りも広がるので、とても印象に残る香りではないでしょうか。The Simonsek Gewürztraminer is made in a late harvest style. So in Germany, they would probably call it an Auslese, which means late harvest. So we pick the grapes quite ripe. But in the end, the wine in the glass has a little bit of residual sugar. So 味わってみる前に、お伝えしたいんですけども、これはシモンヒッシのゲビルストラミネールっていうのは、レイトハーベスト、遅摘みというスタイルです。ドイツで言うなら、アウスレーゼクラスの味わいの広がる、ワインになっているので、ちょっと残糖感、が口の中で感じられる、そういうふうに思います。The flavor intensity that you found on the nose is also on the palate, and we always want to have the balance perfectly right between the fruit intensity and the acidity and the sugar. So the one must not be stronger than the other, and that's what you call a balanced wine. はい。味わってみると、その凝縮感っていうのも香りや味わいで感じられるのではないでしょうか。We have prepared the special dish is onion and mushroom tart, and that will go well with the Gewürztraminer. Normally, when we recommend food with the Gewürztraminer, because the flavor is so
intense. The food can be a little bit more spicy than other for other wines where you might use chicken or fish. For the Gewürztraminer, more spicy food is ideal. はい、ちょっと今日ご用意したのは、キッシュです。玉ねぎとマッシュルームのキッシュをご用意しました。白ワインなので、チキンやフィッシュ、お魚でもいけると思うんですが、ただこのゲービルツの場合は、香りにすごく特徴的なスパイスがあるので、そうした、ニュアンスをお料理に加えても良いかと思います。We also would recommend it with calamari, which is very popular not only in South Africa, but I know also in Japan. あえて、日本食ということで考えたら、やはりイカですね。イカのフライだったり、イカの天ぷらだったり、南アフリカだけじゃなく、よその国を食べられる、ものでありますが、こうしたものも良い相性を見出していただけるんじゃないでしょうか。But in the end, I think wine is a very personal thing, and you must try the wine with the foods that you like. It's not always what you read in the books. Sometimes it's your personal interpretation and your personal taste, because that is what wine is. It's a journey. It's not a destination. So you never stop discovering new food to have with the wine. You never stop discovering new types of wine. 今、泡も含めて、このゲイビルツもそうですけども、いくつかご提案をさせていただいたんですが、皆様自身の中でこういうものと合わせたら美味しいんじゃないかなって。ワインと白ワインとお料理の相性っていうのは、ある意味、永遠の旅みたいなもので、どこへたどり着くかわからないけれども、こういう、お食事とのワインとの相性っていうのは皆さん自身で、新しい発見をしていただけたらいいのかなと私は思います。So that concludes the tasting. Thank you very much for everybody for your time. And we are so happy and honored that our wines are listed at Hanku. And Haduki-san, and thank you everybody for having us and inviting us into your homes today. 今日はこれで、テイスティングの方は終了するんですけども、本当に皆さんご参加いただきましてありがとうございました。私たちもこういう機会を持てて本当に、嬉しかったです。はい、山田さん、ありがとうございました。ちょっと質問だけちょっとまたお答えいただきたいですけども、よろしいですかね。Thank you very much. And we have another question from audience. Is it possible? Yes. Please give us time. ありがとうございます。ちょっとお時間過ぎておりますが、ちょっとここまで来ている質問をちょっとお答えいただければと思います。はい。お客様からは質問、料理がすごく美味しそうですねっていうお声がたくさん、来てますね。やはり料理と、ね、ワインを合わせるっていう楽しみをこれからも皆さんお楽しみいただけたらと思います。質問なんですけれども、先ほど、18種類のブドウのうち一番多いのを多く生産されている、栽培されているのが黒ブドウですかねっていう、ゲベルツがお好きなお客様からのご質問です。はい。We have a question. You explained to me you plant 18 different grape varieties. Is the majority is black grape or white grape? Which grape is most? I would say it is not. It's maybe 60% white grape, 40% red grape. The reason why we have a wide spread and a bigger portfolio, the 7 most important varieties make up about 90% of the annual production, and the other 11 make up very small quantities that we use in specific styles and specific blends. はい。全体の比率でいうと、18種類の中で白ぶどうが6割、ざっくり黒ぶどう、赤ワイン用のぶどう品種が4割、60対4の比率です。でも、その中でも7種類は主要な代表的なぶどう品種です。シャルドネから始まる、国際品種、これで 90% を占めていて、残りの 10%、つまり 10% にある11種類っていうものは、あくまでも、ワインをサポートする、そういったブドウ品種を私たちは栽培しています。
はい、ありがとうございます。あとですね、なぜゲベルツに目をつけたのですかというご質問ですね。はい。Why you plant Gewürztraminer at first? Why? My father was always very eager to do innovative wines and to try out new things. And when we planted Gewürztraminer in the early 70s, it was totally unknown in South Africa. So that was the first Gewürztraminer ever bottled in South Africa. And we are now nearly 50 years later. And it is still one of our popular wines. There's a good market for it. And it's also a wine that we always think go well with many different types of food. ざっくり言って、私の父がゲビルツトラミナーに注目した一つの理由っていうのは、まず何か新しいことをやってみようっていう、そういう思いのある人だったんだと思います。1970年に、ゲビルツトラミネールというのは南アフリカでは本当に無名の存在でした。ところが50年経ってみると、この香りや味わいの良さもあり、お料理との相性もいいので、私たちはずっと、作り続けています。なるほど。すごくチャレンジングな方だったんですね。ありがとうございます。で、最後の質問、ちょっと一つだけ。先ほどのスライドで、ボトルスパークリングですかね。ボトルが出てきましたけれども、そのボトルが素敵だったということで、デザインはヨハンさんがされてるんですかっていうご質問ですね。はい。We saw the very beautiful bottle, set in nectar, the new vintages. If that design was made from you or from you, Johan, or other people? I can maybe answer that Yes. question. So we had an idea to celebrate 50 years. So we got some ideas together and we did some research. And together with the design company, we designed that bottle. So it was an idea I think that originated from the sales side. And then we decided to do the celebratory bottle, but that is the new packaging. And on the bottle, you'll see the Strelitzia, which is a flower from South Africa. So yes, it was the idea to do that to celebrate 50 years. The celebration and the design is based on the Cape Floral Kingdom, which is one of the main floral kingdoms in the world, but it's only situated here in the Western Cape. So a beautiful plant kingdom with more than 9,000 species. はい。これについては私の方から、ご説明させていただきたいと思うんですけれども、ぶっちゃけ話をするとデザイン会社にね、お願いしました。ただ、そのコンセプトとしてどのような意図で作りたかったかというと、今年その50周年に当たるので、50周年を記念する何かボトルにしたかったので、そのようなデザインをしました。描かれている図柄っていうのは、ストレッチアというお花をモチーフにしたもので、南アフリカは花の王国、フラワーキングダムと言われるんですね。ちょっと余談ですけども、南アフリカで、世界に広がっている花の、源というか、南アフリカで栽培されていた花というのが全世界に広がってたりするんですね。そういうところで、まず花というところ、花の王国、フラワーキングダムっていうのも紹介したいな、そういうこともお伝えしたいなと思って、ボトルにしました。で、このボトルは、50周年記念ボトルというので、今、皆さんが見ていらっしゃるボトルではなく、次の便で2019年は、ボトルを特別に、南アフリカで分けてもらいましたので、今年のヴィンテージ、2020年、19のヴィンテージについては、ボトルをおそらく阪急様でもお買い求めいただけるかと思います。なるほど。ありがとうございます。ね、お花がモチーフということで、ね、後ろのテーブルのブーケもお客様から、非常に可愛らしいというお声がございましたね。やはり花はいいですね。落ち着きますし、はい。正直にお答えいただきどうもありがとうございます。はい。Thank you for your explanations. ではですね、もう時間も過ぎておりますので、ちょっと最後のですね、ご案内だけさせていただきたいと思います。
失礼いたします。はい。まずですね、ちょっと、まもなくちょっと募集開始の次回のオンラインイベントがございますので、そちらだけちょっとご案内いたします。イタリアの、ペリッセロというワイナリーと、あとクズマーノというワイナリーが、6月24日と25日、それぞれ6時から午後6時からイベントがございますので、またですね、阪急百貨店のオンラインストアの方で募集スタートさせていただきますので、まずぜひご覧いただければと思います。はい。あとですね、本日、皆様のお手元にあるであるワインですね。まだ私ども阪急百貨店の地下2階の和洋酒売り場でも、販売しておりますので、来週の火曜日ですかね、販売しております。あと、インターネットの方でも今回対象のワインは、販売中でございますので、もう一度飲みたいとか、先ほど予算さんのね、ペアリングの試してみたいという方は、ぜひこの後ご購入いただきたいのと、今、阪急百貨店では販売してないんですけれども、今回通訳をしていただいた、インポーターの GSA ジャパン貝塚さんの、ところで販売している、ワインございますので、もうぜひね、インターネットの方で、GSA ジャパン、ということで検索していただきましたら、いろいろお品物見れるかと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。はい。で、お時間だいぶ過ぎております。最後にですね、ヨハンさんに、今後のチャレンジとか、あと今回参加していただいたお客様へのメッセージをいただきたいと思いますので、ヨハンさんお願いいたします。So, Johan, we have final questions about you. What is your future vision? And also give us a small comment to audience. I think winemaking is a very long-term endeavor, and our first aim now is to make sure that the next generation are fully equipped to carry on the family business. And secondly, I think the future is about specialization. We want to be focusing on the wines that do very well in our estate, in our terroir. And so in the history of my father's time, it was all about bigger choice. And I think in the next generation, it will become more focused on what is doing well on our estate. What wines are we the best at? And that would be Kaapse Vonkel, Cap Classique, Cabernet Sauvignon, and Chenin Blanc. Pinotage is also a strong one. So it's already more clear to us now than 30 or 40 years ago. はい。これからのことなんですけども、やはりワイン作りっていうのはすごく時間のかかるものなので、ロングタームで考えていかなきゃいけないかなと思っています。私は家族経営として2代目に当たるんですけども、次の3代目のそれ以降の子孫たちには、特別にこのシモンシッヒというところのテロワールをうまく反映したブドウを育てて、ワインを作っていただけたら、してほしいなと思っています。特に、カープス・フォンケル、この家の代表的な泡、ビンナー二次発酵の泡ですよね。それからカベルネ・ソービニオン、そして、シュナンブラン。で、また、ピノタージュっていうところにも少し、フォーカスして、いわゆるテロワールを表現したワイン作りっていうことを目指してほしいな、そんなふうな思いを抱いています。はい、ありがとうございます。いろいろね、これからも挑戦していって、美味しいワインを日本に届けていただきたいと思います。はい。本日はね、限られた時間でしたけど、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。ヨハンさん、リサさんもありがとうございました。はい。では、こちらでですね、本日のイベント終了とさせていただきたいと思います。はい。また、今後ともイベントございますので、これからもぜひよろしくお願いいたします。では、本日どうもありがとうございました。では、失礼いたします。Thank you. ありがとうございました。はい。We are holding thumbs for the Olympics. ありがとうございます。オリンピックが無事開催されればいいですね。そうですね。ありがとうございます。皆様、お体だけにはご十分ご注意くださいませ。
お手数ですけれども、皆さんご自身でご退出ボタンを押していただきますようお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとう Okay. ございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ヨハンも終わっちゃったな。あ、いや、もう全然ありがとうございます。はい。はい。OK でございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと途中で終わっちゃうかなと思って、ちょっと心配しましたけど、最後ご質問お答えいただいてよかったです。ですね。もう本当にいろいろありがとうございました。本当にね、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。ちょっとね、今後ともまだ販売させていただいて、ぜひともね、たくさんのお客様に楽しんでいただきたいと思いますので、わかりました。はい。ぜひよろしくお願いいたします。はい。本当に今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。はい。失礼いたします。また何かございましたら、そうですね。はい。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。失礼いたします。